ねえ、おとちゃん。今日、珍しい人から連絡が来たよ。へえ、誰から？香りから。懐かしくない？あら、本当に懐かしい名前ね。元気そうだった。うん、あの頃のままだったよ。そうね、香りはいつも私たちをまとめてくれてたわね。入学してまだ数日。教室の空気はまだ。全員が様子見してる感じ。机の距離も声のトーンも探り探り。でも私はそういうの全然気にしないタイプだからさ。スイーツは正義なんだってば。お弁当の蓋を開けながら堂々宣言。人類の英知だよ。高校1年の発言とは思えないわね。おとちゃんの静かなツッコミが入る。おかずあるのにデザートから食べる人初めて見た。いいじゃん。幸せは先に食べたいの。順番の概念どこ行ったのよ。個人の自由なの。はいはい。教室のあちこちで笑いが漏れる。笑わせてるのか笑われてるのか。まあどっちでもいい。おとちゃんの真顔を見てるとつい喋りたくなるんだよね。そんな時ふと気づいた。少し離れた席から黒髪ショートの子がこっちを見てる。頬杖をついて眠そうな目。でも目が合った瞬間ふっと笑った。あ、なんか好きかもって思った瞬間彼女が立ち上がった。ここ空いてる？どうぞどうぞ。別に構わないけど。焼きそばパンと紙パックの牛乳。机に置いて自然に座るその感じ。初対面なのになんか馴染む。焼きそばパンよく買えたね。すごく人気でしょ。そうなの。走った走った。一口くらいならあげてもいいよ。え、いいの？じゃあ本当に一口だけ。ちょっとユナ、遠慮って言葉知らないの？いいんだよ。食事は分け合うもんだって。ソースの香りがふわっと広がって。最高。おいしい。そりゃそうよ。争奪戦の勝者しか食べられないからね。3人で笑った。多分この瞬間少し距離が近くなった。そういえば自己紹介まだだったね。浅い香りよろしく。早瀬ゆなだよ。よろしく。時藤音羽。呼び方はお任せで。じゃあ音羽で。軽いわね。硬いのは音羽担当だから。誰がよ。笑い声が重なって周りの空気が柔らかくなる。お弁当を食べながら話がどんどん広がる。中学の話、先生の口癖、部活の話。私が話して音羽が突っ込み香りが笑う。それだけで楽しい。部活もう決めた？まだ。見学行くけど運動部は無理そう。私は人多いとこ苦手。2人とも迷ってるんだね。私は吹奏楽部。中学からトランペットやってて。意外。静かな雰囲気だから本とか読んでるタイプかと思った。いや、賑やかな音の方が好きなんだ。わかる。音の中の静けさってあるもんね。急に詩人みたいなこと言わないで。音羽、詩的な人好
好きでしょ。ユナに私の何がわかるのよ。香織が笑って肩をすくめる。その笑い方がなんかいい。香織って落ち着いてるよね。先生っぽい。同い年には見えないわね。それ褒めてる？褒めてるつもり。まあそう見えるのも仕方ないけど。香織は笑って言った。私一浪してるから1年遅れなんだ。2人よりちょっと年上なの。一瞬時間が止まった。で、1年上？先輩？やめてやめて、やりづらいから。気にしなくていいよ。同級生なんだから。でもさ、一浪ってことは20歳になるの早くない？バカ、今17でしょ。この間誕生日だったんだ。年取るって嫌ね。17でそれ言う？老成が過ぎるのよ。仕方ないじゃん。弟たちにおばちゃんって呼ばれるんだから。私と音羽は顔を見合わせて笑った。教室のざわめきがいつもより遠くに聞こえる。昼休みの終わりを告げるチャイム。香織が立ち上がって伸びをしながら言う。楽しい時間はすぐ終わるね。じゃあ午後も適当にやってこ。適当って言い方いいね。うん、香りっぽい。ありがとう。褒め言葉として受け取っとく。香織が笑って私も笑った。音羽はため息をついたけどちょっと口元が緩んでた。新しい友達ができた。そんな気がして胸が少し温かくなった。そうそう、私はこの頃まだ音ちゃんのことを名前で呼んでたんだよね。私はユナを呼び捨てにしていたけれどね。それより香りだよ。びっくりしたよね、年上って知った時。本当に落ち着いてるから妙に納得しちゃったわ。そういえばなんで音ちゃんだけ芸名なの？私は本名名乗ってるのに。あなたが自己紹介の時に名乗るからでしょ。そうだけど納得いかない。自業自得よ。そうそう、私たちの語りが聞ける語り小屋は概要欄に書いてあるわ。他にも高辻先生のテキストも読めるから気になったらチェックしてみてね。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントをしてもらえると嬉しいわ。私たちの SNS は概要欄に載っているからよかったらチェックしてみてね。高辻さんの小説版テキストもあるからそちらもぜひ読んでみて。それじゃあ次回の動画まで。ごきげんよう。